ビルドシリーズは俺の青春ってことで、どうもプラミンです。はい、ということで皆さんビルドシリーズ好きですか？そうですよね、好きですよね、ビルドシリーズ。僕はねビルドシリーズめちゃくちゃ好きなんですけど、今回はそんなビルドシリーズのガンプラからこちらのキット、はい、そうこちらのね GM ジム、こちらをね作ってレビューしていきたいと思います。そうこちらの GM ジム、もう本当に GM なんですけど、ビルドファイターズシリーズの外伝のね GM の逆襲、ガンプラマフィアって言うんですけど、 GM の逆襲っていうやつに出てくるガンプラマフィアが使うジムなんで GM ジムですね。はい、初見じゃ絶対に読めない名前、 GM ジムで合ってるのかもちょっと自分でちょっと怖いんだけど、どうなんだろう、合ってんのかな。でこのね GM ジムなんだけど、ちょっと前の動画で上げたライトニングゼータガンダムと同じぐらいすごい人気でね、再販がかかるとすぐ売り切れるぐらいのかなり人気なキットなんですが、今回ねちょっと頑張って再販変えたので嬉しい。で箱の側面はこんな感じで、かなりね薄い、ジムなんでそんなに装備も多くないキットになってるので、かなりね薄めのキットです。でこの箱絵の方にもねジムが3機並んでるんだけど、こんな感じでジムのね頭部パーツがなんか普通のジムっぽいやつ、ジムカスタムっぽいやつ、ガンダム X の G ビットみたいな頭部がねついてて、頭部3つついてて選択式で再現できるようになってます。もうねこのスタイリッシュなジムが本当に欲しかったのよ。めちゃくちゃ欲しかった。でこっち側には商品写真とこの GM ジムの軽い設定ですね。はい、ということでね早速中身見ていきましょうか。ではいざ開封。見るからにランナーが少ない、作りやすそう。はい、ランナーの袋は全部で3袋。内容物はランナーが全部で5枚と、ポリキャップ、サーベルエフェクト、ホイールシール、説明書になってます。ランナーはね全部で5枚っていうさすがのランナーの少なさですね。めちゃくちゃ組みやすそう。でランナーなんだけど、この4枚がランナータグに GM ジムって書いてある完全新規のランナーで、このねフレームのランナー、これなんか HG ビルドファイターズ1って書いてあるんだけど、これ何のランナーだろう。これ他なんかのキットに使われてたりしたのかな。もし知ってたらコメントで教えてください。でこんな感じなんですけど、このねパーツの造形もかなり良くて、この足の裏とかね肉抜きはもちろんあるんだけど、このスラスターの造形とかすごい細かいし、肩アーマーなんかもねモールドディテールがかなり細かめになってて、これは胴体かな、多分胴体のパーツも見えなくなりそうな部分にディテールが入ってます。このバイザーのクリアパーツとかもかなり綺麗、しっかりとね透明感あります。キラキラ。外装パーツはもちろんジムらしい、なんかちょっとクリーム色っぽいホワイトになってますね。でこれねすごいよ、バイザーの下にツインアイとかねモールドがしっかり再現されてて、こっちの G ビットっぽいやつにも真ん中にモノアイみたいなのがあるし、こっちのジムカスタムっぽいやつも真ん中にモノアイセンサーがついてて、頭部のパーツだけでも買う価値めっちゃありそう。ポリキャップはいつもの PC002 にちょっと追加されてるタイプ。サーベルエフェクトはいつもの SB13 で、このホイールシールなんだけど、センサーがここに4枚あるだけなのに、この余白はなんだ、ここの余白は何、めちゃくちゃ気になる。こんなキット初めて見たんだけど。で最後説明書なんですが、こっちはねちゃんと説明載ってて、頭部の設定がもう3種類ちゃんと載ってます。で説明書の分量は少ないですね。すぐ作れそう。はい、ということでね、こちらの GM ジム早速作っていきましょう。はい、じゃあ早速 GM ジム作っていこう。まず頭部から。頭部はね最初にも言った通り3種類の頭部があるんだけど、こうやってパーツを全部切っちゃうと、どれがどの頭部だか微妙に分からなくなっちゃう。まずこの G ビット型のやつだけ二軸だから結構分かりやすい。こんな感じで、ここにクリアパーツをはめるだけ。3パーツでもめちゃくちゃかっこいい。次ジムコマンド、これも2パーツつけてクリアパーツを取り付け。この GM ジムの頭部3種類めちゃくちゃかっこいいんだよね。普通のジムヘッドの頭部もこんな感じ。よし、これでまず
頭部3種類できましたね。こんな感じです。この頭部3つついてくるっていうだけでかなりミキシングの素材としてもねすごい優秀な感じがします。この普通のジムの頭部パーツでもちょっとビルド系らしいというか、なんかねディテールが多いっていうか、こういうバルカンがついてたり、この上にひさしっぽいのがついてたりね、すごいかっこいいです。そしたら続いて胴体。まず胴体側面はポリキャップを2パーツで挟み込み、そんでイエローのダクトパーツを取り付けて、これを胴体に差し込み、ちょっと面白い構造。そしたら襟パーツに首のジョイントを取り付けて、本体に上から取り付け、そしたら前からコックピットハッチ、最後にホワイトのパーツを取り付けて、これで胴体完成しました。かなりヒロイックな体型をしたジムだね。どっちかというとなんかガンダムっぽいジムだけど、これにちょっと頭部もつけてみよう。まず普通のジムっぽい頭部、こんな感じ。めちゃくちゃ好きです、こういうヒロイックな体型。次にジムコマンドっぽいやつ。あ、これも似合うね。似合う。マジでかっこいい。で最後 G ビットっぽいやつ。あ、なんかこれはなんだろうね、面白いわ。なんかこう一気にジム感はなくなるね。まあ最初の組み立てはこの普通のジムっぽいやつで作っていきましょうか。そしたら続いてワン部。まずは肩アーマー、ポリキャップを挟み込み、肘関節は普通のこんな感じの関節それを挟み込んで、ホワイトのパーツでさらに挟み込む。前面の合わせ目とかはしっかり断落ち処理になってますね。で上から二の腕パーツと肩のやつつけて、肩アーマーを上から差し込み、最後にハンドパーツを組み立てて、それを取り付けて、あとこれだ、側面にねこのジョイント隠しみたいなパーツをつけて、これでワン部完成です。でこれねすごいいいのが、このハンドパーツここの可動が入ってんだよね。こう曲がる可動が入ってるからポージングはつけやすそう。肘関節も最大でこんな感じ。ビルド系だね。かなりしっかり曲がるし、肩アーマーもここに隙間があるからしっかりとこう上げることができると。はい、ってことでまずはこれで上半身完成ですね。可動はねしっかりしてるし、ここがこう開いてくれるから、前もねこんな感じで腕をせり出した可動っていうのも取れると。腕組みもできちゃう。何この腕組みジム強そう。ここやっぱビルドバーニングとかと同じ構造ですね、ここ開くの。そしたらまた取れたわ。そしたら次下半身作っていこう。そしたらまず下半身は腰部作っていきましょう。腰部フレームを作って、最初はリアアーマーで上からポリキャップ。フロントアーマーは一体成形になってるので中心でカット。これを腰部に取り付けて、これでね独立可動。サイドアーマーはワンパーツでポリキャップをつけて接続。縦向きかと思ったら横向きに取り付けるっていう方式だったわ。そしたら胴体と接続。なんかボールジョイントめっちゃ硬いんだけど、いやマジでこの強そうな感じ、ヒロイックな体型めちゃくちゃ好きだわ。そしたら本体ラスト脚部。まずはスリッパパーツ。膝関節はこんな感じで一つパーツを取り付けて挟み込むタイプ。下にはポリキャップで、上から太もものアーマー。ふくらはぎのパーツに取り付けて、この足首関節のパーツも取り付けて、左右で挟み込みで、前から膝アーマーで、またここのジョイント隠しを取り付けて、アンクルアーマーを組んだらスリッパパーツを取り付けて、これで脚部完成です。可動もねかなりこんな感じでしっかりしてるし、足首もしっかり動いてくれる。こんな感じ。やっぱデザインがかなり作りやすいというか、なんか簡素な形をしてるからなのか、可動もすごいやりやすいですね。あとねやっぱこのジョイント部分が、この 3mm ジョイントがね腕にもあったんだけど、結構いろんなところにあるからカスタマイズ性めちゃくちゃ高そうで、本体との接続は軸接続。はい、ということでこれでね武装とか以外本体は完成しました。どうですか？めちゃくちゃヒロイック。ジムですって言われてもジムかってなりそうなぐらいにはヒロイックだね。個人的にはこういうヒロイックな体型すごい好きだし、量産機っぽいかって言われたらちょっと違う感じもしなくもないけど、こういう方が好きです僕は。なんだろうね、世代がもうドストライクにビルド世代だからなのか、こう
ういう量産機っぽくても量産機っぽくないヒロイックな体型になってるっていうのはめちゃくちゃ好きなんですよね。で続いてね武装を作っていくんだけど、まずはバックパックはね結構しっかりとなんというか簡単な作りになってますね。で側面には片方このサーベルラックで、もう片方は普通に蓋をするパーツになってますね。でここにビームサーベルを取り付けて、これでバックパック完成です。で一応もう一個ビームサーベルがついてるので、なんというか予備みたいな感じかな。でこのサーベルラックのパーツは一つしかないので、ガンダムっぽいね二刀流ビームサーベルみたいなのはできないですね。本体との接続は二軸のジョイントで、あとはこのビームスプレーガンとシールドなんだけど、ビームスプレーガンは3パーツだったのでもう作っちゃった。で次シールド、まずはホワイトのパーツに赤いパーツを取り付けて、上からイエローのパーツ、ジム本体の方もそうなんだけど、普通のジムからあえていろいろ外してる部分みたいなのがあってすごい好き。このシールドも形もね結構変わってるし、黄色い部分が伸びてるっていうのも普通のジムというか普通のガンダム系のシールドから外れてるイメージのデザインだし、こっちのジム本体もねそもそもヒロイックなのがジムから外れてる感じですごい好きですね。であとジョイントだね。ジョイントはこのグレーのパーツをまず取り付けて、で下の方には持ち手かな、持ち手のパーツをつけて、これでシールド完成です。持たせ方はまず普通に持ち手を差し込んで、この後ろ側にこのジョイントを曲げて差し込む。これ素晴らしい。めちゃくちゃ安定感あるわ。ビームスプレーガンもしっかり持たせてあげて、はい、ということでこれで GM ジム完成です。はい、ということで GM ジム完成したんですが、もう個人的にデザインがストライク、マジでドストライク。これね本当前回あげたライトニングゼータガンダムと同じで、かなり前からずっと欲しかったんだけど、なかなか再販がかからないというか、再販がかかってもすぐ売り切れるキットの一つになっちゃってて、全然ね手に入ってなかったんだけど、これもねちょっとね再販来たタイミングでめちゃくちゃ頑張って買いました。マジ買えてよかった。でこの出来上がった本体にこの頭部もねちょっと付け替えてみましょう。まずジムヘッドを取り外してジムコマンドヘッドにしてみよう。いいね。やっぱこのヒロイックな体型にはこのジムコマンドっぽいヘッドの方が似合う感じはするかな。であと G ビットの方だね。 G ビットの頭部はよいしょ、こんな感じ。わ、なんか本当にこいつだけ異質な感じがするけど、一気にガンダム感なくなっていいですね。普通に他のアニメとかに出てくるロボットみたいな感じがするわ。個人的にここにアンテナとかつけたい。いやまあでもジムかっこいいな。ジムヘッドいいですね。でポージングに関しても可動域めちゃくちゃ広いし、特に干渉する場所もないので膝立ちもすごい超余裕で取れる。やっぱこうかなりシンプルなデザインにはなってるので、ポージングはねめちゃくちゃ取らせやすいね。どこを取ってもしっかり動いてくれる。こんな感じで。ちょっと待って、これ可動が広いからもしかしたらって思ったんだけど、余裕でビームサーベルに手届くわ。こんな感じでビームサーベルを抜く直前のポージングとかもすごい余裕でできますね。すごいな。可動めちゃくちゃ広いな。このビルドバーニングっぽいここのね引き出しギミック、ここがついてることでこのワン部の可動域がすごい広がってんのもねすごいいいですね。でただやっぱちょっと一個だけ気になるところ、このジョイント隠し、このジョイント隠しのパーツ、これめちゃくちゃ取れるわ。まあ最悪ねこんな感じでジョイント出ちゃっててもまあいいかなって感じはするので、まあかな。で全体的に見てみてもかなりねジョイントの 3mm ジョイントの部分が多いので、ミキシングというかこうカスタマイズ性は本当に高そうだね。でしかもそんなにたくさんの 3mm ジョイントが空いてるにもかかわらず、そこまでこうデザイン的に穴だらけみたいな感じしないんだよね。やっぱこのジョイント隠しのパーツが効いてるのかな。いやそれにしても個人的には本当にめちゃくちゃ楽しくていいキットだね。ちなみに皆さんはこういうヒロイックなデザインになったジムどうですか？好きですか？もう僕は大好物。ぜひねコメントで教えてください。ということで今回はねこちらの HGGM ジムを作ってレビューしてみたんですが、いかがだったでしょうか？もしこの動画少しでもいいなと思ってくださったら高評価、チャンネル登録していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。フラミンでした。